はいどうもこんにちは、アジフライです。本日はですね、ストロークにおける最大の難所、置き攻めに負けない鉄壁の防御理論、こちらをやっていきたいと思います。いやーですね、前回の才能がなくてもレジェンドになれる方法という動画がですね、おかげさまで大反響をいただきまして、皆様からいろんなコメントをいただきましてありがとうございました。ちょっと実はね、その中で何個か守りの鍛え方を詳しく教えてほしいっていうコメントがですね、ありました。確かにですね、こちらについては動画内で軽くしか触れておらず、ちょっと申し訳なかったんですけれども、今回はですね、そちらをがっつり深掘りしてお伝えできればなと思います。アジフライはですね、スト6に関する動画を投稿しておりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方いただけると幸いです。では早速いってみましょう。はい、ではですね、早速話していきたいんですけれども、今回の理論について大前提ですね、私独自の理論が展開されます。なのでですね、所詮はですね、レジェンド底辺クラスの理論になりますので、もちろんちょっと僕は違うよとかですね、もっとプロクラスの人たちからすると、全く全然違う意見になるかもしれないので、そちらはあらかじめご了承ください。では結論からお話しします。今回お伝えしたい防御理論は全部で3つです。1つ目、基本的には通常ガード。2つ目、ストーリーで行動を選べ。3つ目、通ると思ったら理論全無視。この結論に至る防御について今回は徹底解説していきます。まずはじめに起き上がりの行動パターンについて、主にですね、以下の行動で防御をしていくことになります。通常ガード、無敵技、投げ抜け、遅らせグラップですね、あとパーリー、バックステップ、前ジャンプで、あと最速の暴れとファジーコパン、遅らせコパンってやつですね。この他にも、遅らせ無敵技とかね、遅らせ前ジャンプとか、そういうのもあるんですけども、それは今回の8つの行動を組み合わせた、防御方法になるので、今回は割愛させていただきます。じゃあこの8つの防御方法についてなんですけども、こちらをご覧ください。今回はですね、置き攻めの勝ち負け表っていうのをちょっと作ってみました。各種の置き攻めで何に勝って何が負けるのっていう表になりますね、これは。でですね、簡単に言うと、防御側の選択肢の勝ちって何なのっていう話になるんですけど、ダメージもらわないっていう時点でも勝ちかなと思ってます。なので、ダメージをもらってしまうものっていうのが×になってまして、状況とか、ぶっちゃけ相手の腕次第で状況が変わっちゃうっていうのはちょっと三角にさせてもらってます。ただですね、これ見るとですね、意外と 50%、50% ぐらいの確率でですね、勝てるように見えるかなと思うんですけど、ただですね、初心者隊ではあんまりですね、遅らせ打撃については、遅らせ打撃するぜっつってですね、ちゃんと遅らせ打撃できる人ってですね、あんまりいないのでですね、基本的には遅らせ打撃っていうのはあんまり考慮しないで考えた方がいいのかなとは思います。でですね、ここで理解してもらいたいこととしては、もちろんどれも負ける選択肢があるよってこととですね、相手が同じ選択肢を取った時に同じように負けちゃう選択肢っていうのが複数あるぞってことですね。例えばですね、無敵を打ったとしましょう。で負けましたと。じゃあその次の置き攻めでパリーをします。これですね、無敵で1回負けてるんですよ。で、相手は同じじゃんけんを出す確率がすごい高いのに、ここでもしパリをしてしまうとですね、相手は無敵技警戒で1回下がってたわけですよね。じゃあ無敵で勝ってるわけだから、もう1回無敵していくんじゃねえかというような同じじゃんけんをしたとしましょう。そうすると、様子見で相手がパリになってるわけですから、様子見してから投げれるっていうことになっちゃうわけですね。なので一見違う行動をしてるように見えて、向こうの様子見に全部負けるっていう選択肢を選んでしまうっていうことは、連続で同じ選択肢を出してるのと一緒ってことになるわけですね。なのでストーリーで行動を選べというようなことで、相手の行動に勝てる選択肢っていうのを選べるように練習していきましょう。じゃあそれどうやってトレーニングするのっていう話になるんですけども、トレーニング方法は至って簡単です。マネモンか、またはですね、トレーニングモードで CPU レベル7ぐらいかなと戦い続けます。でですね、普通に戦いながら
こかされますよね。で相手から置き攻めきます。その最初の選択肢を口に出しながら戦っていきます。打撃ってことですね。投げだった。でその次にこかされてる時に相手が投げだったっていうのを、そのまま繰り返してるわけです。投げに勝てるのは何ですかっていう話なんですね。で置き攻めの確認表っていうのを、先ほどのやつを確認しながらバクステが勝てるんだっていうことだったらバクステにしよう。投げバクステってことですね。打撃だったらパリーだったりとか無敵技、もしくは普通にガードでもいいんで、そういうのでちゃんとガードできるよっていうのをただひたすら順繰り繰り返していくっていうことで、そうすると勝手に頭の中でもう口に出さなくても、相手打撃だったよなさっきっていうので、無敵技を打てるようになったりとか、そういう風に選べるようになってきます。ぜひですねこれを試してトレーニングしてみてください。では次ですね、もう一個上級のお話をします。出す選択肢の中でこの局面なら何が正解だったんだろうなっていうのを考えていきます。これはつまり教科書になるので表卓になります。なのでこれに負ける卓を出され続けたら即負けするんですけど、その分表卓になるので一番の安牌っていう形になります。この表を見ていただきたいと思います。先ほどのですね勝ち負け表のですね負けた時のリスクともう1枚勝った時のリターンっていうのを考えたものがこちらになります。これを見ればね余計にストーリーって大事だなっていうのと、ガードが基本確かに悪いわっていうのが分かるようになるんですけど、まずですねガードについてなんですけど、ガードはですね投げられるだけなので受けるダメージは1200で済むということになります。まさに安いローリスクな選択肢になります。ただですね、勝った時、打撃を食らってガードバックした時と様子見された時っていうのは、特に何も起きるわけではないということになります。ローリスクローリターンの選択肢になるわけです。で次にですね無敵技なんですけども、勝った時はですね相手の攻めのターンが終わります。しかも時にはですねこちらの置き攻めもついてきてもう破格の選択肢になるっていうことになるんですけど、これはですねもうガードされたらもう大惨事ですね。もう3000以上のダメージ確実にもらえますし、向こうの置き攻めもう1回継続になります。しかもドライブゲージもOD 無敵でですね使った無敵技でやるようもんならもう2本ドライブゲージ OD で払って大攻撃でパニカン食らって 0.8 本なくなって 2.8 本確実になくなるということになります。しかもですねそのコンボ中に SS3 打たれようもんならもうまさに地獄ですね。もう一発でさっきまでの状況がひっくり返るレベルで危ないです。で3つ目遅らせグラップなんですけど、これね安全結構広いなって思ってる方結構多いかもしれないんですけど、実はですねこれね相手が攻撃を選択した時には大体全部守れるんですよ。打撃も投げもどっちもいけるから。ただですねやってることほとんど無敵と変わりません。OD 無敵技ほどではないんですけど受けるダメージは一緒だし、もうそのままですね置き攻め継続で守れたとしてもアイコになるだけ、距離が離れて終了になるのでやってることは広く守ってるんですけど実は超ハイリスクな行動をしてます。次パリーですね。パリーは勝った時のリターンがすごいですね。ジャストパリー取れれば置き攻めの権利を得られるだけでなくて、なんなら状況によってはリーサルまでつく。しかも負けた選択肢っていうのは投げに負けるっていうことになるんですけど、負けてもですね2040通常投げ、コマ投げは除いてね、コマ投げは除いてドライブゲージ1本と2040のダメージ進みますので、相手の攻めはもう一回続くよっていうことが確定しちゃうってことを除けば、結構いい選択肢かなと思います。次バクステですね。バクステはこちらも結構、リターンも高いです。相手のセットプレー状況によりますけど、基本的に投げを受ければこちらのターン移行確定です。さらに状況によってはそのままですねコンボしてリーサルっていうのもできます。でも打撃を食らうとパリと違ってですねまとまったダメージになっちゃうので、ドライブゲージは削られることあんまりないんですけど、
そこを考慮してミドルリスク、ミドルリターンな行動になるかなと思います。次、前ジャンプですね。前ジャンプは勝っても負けてもですね、相手のキャラにもよるんですけど、大体1入れ替えになりますということになります。相手はですね、画面端の投げループから解放されるっていう点でめちゃくちゃ優秀な行動になります。そしてですね、負けた時のリスクっていうのはバックステと変わらずということになりますね。これですね、初心者隊に関してはちゃんと重ねることができないっていうのもありますし、リバーサルで方向キーを斜め上に押しっぱなしにしとけば、ミスらないっていう点も加えると、空中ぐらいでですね、相手の重ねがあんまりうまく重なってなくて空中ぐらいになって美味しいっていうのもありますし、ミスも少ないっていう点では、初心者の防御行動としてはかなりおすすめな防御になるかなと思います。次、暴れです。暴れはですね、これね、理由がないならやらないでほしいです。特に何も考えないで暴れるのはやめてほしい。理由はですね、投げも打撃も勝てないんですよね。その代わり相手に攻撃がヒットした場合のリターンっていうのは一番高いですね。なんで明らかに相手の打撃が遅い、もう絶対に様子見しかしてないじゃん、この中足が当たればそのまま勝てる、こういったですね理由がない以外には基本的にやらないでほしい選択肢になります。これ手癖になったらですね、最初の方はいいかもしれないけれども、後でコテンパンにされる手癖になっちゃうので、これはですね基本的に行動は注意でお願いします。最後、遅らせ打撃ですね。遅らせ打撃については、リターンが決まればですね、暴れと一緒。なので、リーサルの場面も多いです。さらにですね、相手が明確にですね、遅らせ打撃についてダメージを取るのが難しいです。回答としては、遅らせて打撃を当てるか、最速で投げるかの2択になるので、これですね、結構咎めるのが難しいので、強い防御行動だと思います。以上を踏まえてですね、どの行動に何のリスクがあるのかっていうのが分かりましたと。じゃあですね、体力が多い時と体力が少ない時、ドライブゲージが多い時、ドライブゲージが少ない時で取るべき行動って違ってくるんじゃないかって思いません？なので序盤、中盤、終盤、そちらでですね各防御行動おすすめしたいものを挙げてみました。こちらになります。まず体力が多い、ドライブゲージも多い序盤に関してはガードか無敵か遅らせグラップ、パリー、バックステ、前ジャンプ、遅らせ打撃と、正直暴れ以外の全部の行動を取っちゃっていいんじゃないかなと思ってます。もう、食らうリスクに関しては、正直絶対にですね体力ゼロにならないっていうのが序盤になってくるので、ここでいろんな行動を見せることによってじゃんけんいろんなものを回そうよって話になります。で、次中盤ですね、体力も半分ぐらいになってきました、何が起こるかわからないっていう時に関してはリスクをあまり取らない方がいいかなという選択肢になってきます。なのでガード、パリ、バックステ、前ジャンプ、遅らせ打撃ですね。無敵打っちゃうともう正直そのままですね負けちゃう可能性出てくるので、中盤に関してはあまり無敵技を打たない方がいいですし、遅らせグラップも同様になります。で最後ですね、体力がもう少ない、終盤に関してはこの4つの行動を取るべきだと思っています。無敵技を打つか、ジャスパを狙うか、相手の投げを読んでバックステするか、暴れを通すかですね。この4つ。もうね、ローリスクの選択肢とってもリターンが少ないので、そのまま勝ちきれる確率が減っちゃうんですよ。なのでこの4つに関してはしっかりとしたリターンが出てきます。無敵技を通せば勝てるかもしれないし、ジャスパ取れば勝てるかもしれない。もう投げ音ですね、バックステして、でそのままコンボにいければ勝てるかもしれないし、暴れを通せば勝てるかもしれない。この4つは勝てるかもしれない選択肢なので、終盤は絶対この4つどれかを切るっていうイメージで動いた方がいいです。もう負けるなら何かして負けよう。はい、以上になります。いかがだったでしょうか。最後にね、いろいろ安全卓について喋りましたけど、最後にお伝えしたいこと、それはですね、もう通ると思ったらもうそれが正解です。もうさっきまでの話何だったっていうちゃぶらい返すかもしれないんですけど、相手はね人間なんですよ。なので必ずしもやってくる行動に対して癖とか傾向があります。なのでそれさえつかめれば今までの理論全部いらない、そこに勝てる選択肢選ぶだけでいいんですもん。それがね正直一番強いです。なので通ると思ったら今までの話した理論全部無視して、もう通ると思ったものを選んでください。
とはいえね、ただランクマッチの2先で相手の癖見切るっていうのはね、なかなか至難の技なんですよ。なので、これ癖見切ったなと思ったらなんかね、気分でね、相手の行動がね、外れてるっていう場合もあるので、そこでね、すごいイラッとしたら、自分の守り方についてまた疑問が出てきたら、この守り方の動画をですね、また見返してもらえれば、自分の守りの軸っていうのをもう一回見直すことができるので、その場合はまた被弾が少ない成功法をちゃんと繰り返すことができるようになるということになるので、ちょくちょくですね、見返しながら対戦してみてください。今回も長時間のご視聴誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。